ドラム式洗濯機って便利って聞くけど高いし迷うな。こう思われてる方多いと思います。実際にシャチパンは15年以上ドラム式洗濯機を使い続けていますが、結論から言うと本当に買ってよかったなと思っています。ドラム式洗濯機を使っている方に今年取ったアンケートでもこのように約8割が満足しているという驚きの結果も出ていますので、忙しい方には特にお勧めしたい家電の一つです。ということで今回は大手5社の特徴や評判、新モデルの進化点までまとめてきました。出し惜しみをせず、いつものように長尺となってしまいましたが、これ1本見れば全てがわかるような構成にしてきましたので、ぜひ参考にしていってください。それではやっていきます。はじめによく聞かれるドラム式と縦型の違いについて簡単に触れておきます。まず得意な汚れが違います。ドラムの洗い方の基本は衣類を持ち上げて落とす叩き洗い。少ない水で洗剤を溶かすので皮脂汚れに強いです。一方縦型は底面にあるパルセーターの回転により攪拌水流を起こし、衣類同士をこすり合わせるもみ洗い。この洗い方は泥などの固形汚れに強く、小さなお子様がいらっしゃる場合は泥汚れも多いので、縦型の方が洗浄力を感じる機会も多いでしょう。それからドラムは縦型よりも水をあまり使わないことから節水性が高く、縦型のように衣類をこすり合わせないことから衣類の傷みにも強いです。ただ少ない水で洗うことから色移りは縦型よりはしやすく、つけ置き洗いもしづらいという一面もあります。乾燥に関しては構造上衣類を浮かせた状態で温風が当てられるので、縦型よりもはるかに乾きます。ドラムはこの乾燥こそが最大の武器です。洗濯から乾燥までワンボタンでできる便利さは、一度体験したらなかなか戻れないといった意見も多く、共働きで忙しいご家庭や洗濯物を干すのが辛くなってきたご年配の方など幅広く支持されています。一方で天日干しした衣類の仕上がりが好きな方や乾燥に魅力を感じない方は、ドラムである必要性はかなり薄れます。なお、よくドラムはタオルがゴワゴワになるという意見がありますが、これは叩き洗いと脱水によってパイルが寝てしまい、その状態で干して乾かしているからです。脱水したら取り出すのではなく、温風乾燥まですることでふわふわな状態に仕上がることが多いです。価格はドラムの方が10万円前後は高く、サイズも大きめなことが多いことから設置性も悪いです。ご購入の際はドアを開けた状態でも脱衣所が狭くならないか、搬入経路である建物入り口、エレベーター、階段、玄関、廊下、設置場所の入り口も製品が通れるかきちっと確認しましょう。搬入時に置けなかったという話は驚くほどよく聞きます。洗濯物の取り出しはドラムが中腰の姿勢、縦型も腰を曲げて取り出します。個人の身長による部分もありますので、どちらが使いやすいかは人それぞれとなるでしょうか。以上のような違いがありますが、事前に今買うとしたらドラム、縦型どちらを買いますかという内容でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、わずかにドラムが優勢。昨年の集計結果からは少し縦型が盛り返した結果となりました。一方、現在使っている洗濯機はというアンケートでは、縦型洗濯機を使っている方が多かったです。ただ、昨年のデータと比較すると、ドラムを使っている方が 5% 増えた結果になりました。毎年このデータを取っていますが、買い替えでドラムに変えた方が増え続けているのが現状のようです。1200を超える回答をいただきまして、皆さんいつも貴重なデータをありがとうございます。皆さんの応援のコメントやご意見すべて拝見していまして、とても勉強になっています。それでは早速大手5社、日立、パナソニック、東芝、シャープ、アクアの比較をしていきましょう。なお事前に現時点でドラム式洗濯機を購入するとしたらどこのメーカーのものを買いますかという題材でアンケートを取ったところ、結果はこのようになり、パナソニックが昨年同様圧倒的な人気を誇り7割近く占め、
次いで日立、東芝と続きシャープでした。パナソニックはこの業界の絶対王者。各社頑張っていますが、なかなかこの牙城は崩せないのが現状です。さて、話を戻して上位モデルを基準に各社の特徴を見ていきます。まずは最大容量と外形。外形は排水・給水ホースを含んだ状態で比較します。いつものように優れている点を青字、劣っている点を赤字で記していきます。日立の容量は洗濯 13kg、乾燥 7kg。各社そうですが、乾燥容量は洗濯容量よりも少なく、乾燥容量の大きいものを選ぶとおのずと洗濯機も大容量となります。ただドラム式洗濯機はほぼ乾燥目的で買われる家電なので、容量は大きめのものが人気です。日立は2年前のモデルと変わらず、洗濯・乾燥容量はともに業界最大。外形も変わらずバランス形状。操作パネルは今風なタッチパネル式です。最大の特徴は乾燥フィルターをなくした楽メンテ。乾燥時に出るホコリや糸くずを本体下部の糸くずフィルター1箇所に集約しています。これにより乾燥運転のたびに必要だったお手入れが同社によると2週間に1回でいいとしています。この機能、フィルターレスで一見便利そうに見えますが、実は内部フィルターがあり、これにホコリが詰まることで洗濯物が乾かなくなるという致命的な不具合が生じていました。当時使用者からの怒りの声が多く寄せられていましたが、現在では改良されています。あとは長期信頼性が気になるところですが、初めからこの品質で出ていたらまたイメージも変わっていたと思います。パナソニックの最大容量は洗濯 12kg、乾燥 6kg。4年前から外形や形状に変化なく、幅、奥行き、高さとバランスの取れた大きさです。操作パネルもタッチパネル式で直感で操作できます。中には長らく外形に変化がないことを進化がないと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、フルモデルチェンジ直後の製品で数多くの不具合を見てきた身としては、むしろそれだけ完成度が上がっているという見方もできます。それくらいドラム式洗濯機は大手でも何かとトラブルの多い家電です。東芝の容量は洗濯 12kg、乾燥 7kg。4年前にフルモデルチェンジしてから外形や形状に変化はなく、幅、奥行き、高さは日立、パナソニックとほぼ同等。タッチ式の操作パネルは今期のモデルから 1.4 倍と大きくなり、視認性が抜群に良くなりました。次にシャープの容量は洗濯 12kg、乾燥 6kg。今期のモデルからフルモデルチェンジし、外形は相変わらず高さはあるものの、奥行きは2センチ縮めてきました。シャープといえばその一風変わったデザインが特徴でしたが、フルモデルチェンジし他社に寄せてきました。以前のモデルはドアも他社より大きく、スペースを圧迫するという声もよくあったので、この判断は個人的には良かったのかなと思います。操作パネルはボタンが光るタッチパネル式です。アクアの容量は洗濯 12kg、乾燥 6kg にタッチパネルと他社とほぼ同等。シャープと同じく今期フルモデルチェンジし、外形で言えばこちらも奥行きを2センチほど薄型化してきています。もともと他社より一回り小さくコンパクトです。コンパクトモデルは他社もありますが、乾燥方式は電気代のかかるヒーター式が多く、ヒートポンプ式で探すとアクアが一歩リードしています。なお、コンパクトのヒートポンプ式というと、アクア以外にもご覧のようなところから最近競うように格安で販売されており、よく格安のモデルはどうですかと聞かれます。はっきり言うとアクア含め使い捨てに近いです。ドラム式洗濯機は 4,5 年も使うと内部にホコリがたまり、乾燥性能が落ちてきますので、分解洗浄が必要となりがちですが、これらのモデルは小型化に舵を切った結果、分解そのものが清掃業者でもほぼ不可能です。そのため乾燥しなくなったら定期的に買い替えるというのが前提です。
いかにも中国系メーカーらしい合理的な割り切りですが、その分価格はお安くなっておりますので、買い替え前提であることを分かった上で買う分にはいいと思います。またこれらの中には日立のように乾燥フィルターがないモデルもありますが、注意してほしいのが下の糸くずフィルターの形です。日立は乾燥ゴミを排水へ流す際、排水管が詰まらないようにフィルターを極細のメッシュ式にして全力でゴミをせき止めています。当然その分メンテナンスの頻度は高くなります。一方格安モデルの多くは従来の洗いタイプのままであったり、中にはないものもあります。ある意味ここは割り切り設計です。フィルターレスという言葉の響きだけで押す YouTube 動画やブログ記事も多いですが、利便性の裏にどのような設計思想の差があるのか、そこを知った上で選ぶのが賢い買い物と言えるでしょう。続いて静音性。静音性はデシベルという単位で表され、この表では洗濯時、脱水時、乾燥時のスペック値を記載しています。昨年から若干の変更があったものの、各社乾燥時の音が最も大きいです。30から50デシベルの幅がありますが、一般的には50デシベル前後が少しうるさいなと感じるラインです。静音性に関してはドアを挟めば気にならないという意見が多くありましたが、人によって印象は様々でした。スペック値で言うとシャープが最も優れています。実際静かだという声も多く上がっていましたが、音に敏感な方も購入されているせいかうるさいという意見もあり、評価は両極端な印象でした。一方洗濯時は各社そう大きく変わりませんが、脱水時はパナソニックとアクアが大きめです。パナソニックの方は駆動方式にも関係がありそうです。ドラムの駆動方式にはベルト式とダイレクトドライブ方式があります。ベルト式はモーターの回転をベルトを介して層に伝えます。一方ダイレクトドライブ方式は名前の通りモーターと層が直結構造です。モーターの動力伝達はダイレクトドライブ方式の方がロスが少なく優れています。ベルトは使っていると経年劣化し、振動音の要因になりますので、何年か使って騒音を感じた際はベルトの交換をするといいでしょう。パナソニックはベルト式、残りのメーカーはダイレクトドライブ方式となります。アクアはダンパーも4本入っており、今期のモデルから静音性に改善が見られたものの、小型化ゆえの弊害かスペックは他社には一歩及びません。次に洗浄機能です。 AI が洗濯物の状況を把握して最適な洗い方をする日立、アクア。泡を作り繊維の奥まで浸透させて汚れを落とすパナソニック、東芝。細かい水を勢いよく高圧噴射して洗うシャープと、各社洗浄力は満足されている方が多かったです。大きな差はないですが、強いて言えばパナソニック、東芝の評判が良かったでしょうか。なお日立は今期のモデルから水温が低く洗濯物が乾きづらい冬の季節は脱水時間を延長し、しっかり脱水する機能が追加。パナソニックはクリーニング費用のかかるダウンジャケットを洗えるコースを追加。アクアは頻繁に水洗いしない衣類をオゾンと温風ミストで除菌、花粉抑制するオゾンエアウォッシュが追加されました。オゾンは聞き慣れない単語かもしれませんが、実際私たちの身の回りでも食品工場やホテルの部屋の除菌、消臭などにも使われている一般的なものです。一方、衣類の極みや嫌な匂いを落とすための温水洗浄には差があります。この中ではシャープ以外のメーカーが60度までの温水つき置き洗浄に対応し高性能です。シャープは35度までとなりますので他社より見劣りします。ドラムの温水洗浄は普段取れない汚れも劇的に落としますので、ドラムを使っている身としてはありがたい機能です。次に乾燥方式。乾燥方式にはいくつか種類があります。電気ストーブのようにヒーターの熱で乾かすヒーター式、エアコンのように熱交換して乾かすヒートポンプ式、
ヒートポンプ式にサポート的なヒーターを加えたハイブリッド式です。電気代は熱効率のいいヒートポンプ式の方が安く済みます。電気ストーブよりエアコンの方が電気代が安いのと同じ原理です。仕上がりはヒートポンプの方が衣類のシワやタオルのふんわり感に有利です。さらにハイブリッド式であれば仕上げにヒーターを併用することでシワ伸ばしに一定の効果が見込めます。一方ヒーター式は日立がやっていた大風量と組み合わせた風アイロンシステムがシワも伸ばせて最も好評でしたが、現在ではいろいろあってやめておりこの順位です。除菌はヒーター式の方が高温にできるので菌が繁殖しづらく匂いにも強いです。一方衣類へのダメージはその逆で低温乾燥のヒートポンプ式に分があります。ただ最近では低温乾燥のヒーター式も出てきていますが、その分乾燥時間がかかります。寿命はヒーター式の方が長く単純構造なため壊れにくいです。各社の採用状況は日立、パナソニック、東芝がヒートポンプ式、シャープ、アクアがハイブリッド式となりますが、各社の下位モデルはヒーター式を採用することが多いです。次に光熱費です。洗濯だけした場合と洗濯から乾燥までした場合の1回あたりの光熱費を比較しています。洗濯のみの光熱費はどのメーカーも20円台でほぼ水代です。乾燥まで含めるとメーカーによってかなり差があり、シャープが最も経済的で次いでパナソニックでした。パナソニックは今期のモデルから消費電力が約 10% 削減されました。同じヒートポンプ式でも東芝の水準はあまり良くないでしょう。たかが10円の差でも1年毎日使えば3650円、10年使えば36,500円の差になります。実際に電気代がいくらかかるかについてはこちらの動画でドラム式洗濯機含め大型家電の電気代を1年間毎秒測定してみました。家族構成などにもよりますが、毎日乾燥までして1ヶ月1000円、スペックより 1.2 倍かかる計算でした。続いて乾燥時間、各社の洗濯から乾燥までのスペック値を記しています。スペック上では東芝、日立、パナソニックの乾燥時間が短く、シャープ、アクアが長いです。東芝は今期のモデルから 10% 時間短縮され、スペック上は業界トップとなりました。ただしこの時間は日本産業規格で定められている試験条件にのっとったスペック値であり、実際の乾燥時間とは大きく異なります。この試験では模擬洗濯物としてシーツ、シャツ、タオル、ハンカチが使われますが、見てわかるようにだいぶ薄手のものばかりです。メーカーが好き勝手言っていることはなさそうですが、スペック通りの時間で乾燥できないという声が多く寄せられていました。なお取説には標準コースで最大、パナソニックで3時間、東芝、シャープが4時間、アクアで5時間、そして日立で7時間となっており、だいぶ幅を持って記載されています。規格にのっとったスペック値なので短い方が有利かとは思いますが、スペック通りの時間では乾かないと思っておいた方がいいでしょう。なお各社下位モデルになるに従い乾燥時間スペックは悪くなっていく傾向です。続いて自動掃除機能、洗浄力、乾燥力と頭打ちになってきた現状で、各社がここ数年力を入れてきた分野です。各社ドラム層の自動洗浄は前からついていますが、工場出荷設定がオフとなっていることがほとんどです。使いたい方は最初にオンにしましょう。それ以外のところでは乾燥経路は日立、東芝、シャープが、熱交換器は日立、パナソニック、東芝が対応です。熱交換器はホコリがたまる場所の一つで乾燥力に影響を与える部分です。そのためここを常に清潔にできればいいですが、果たして水流だけでどれだけきれいにできるかという声もあります。個人的には自動洗浄の有無関係なく
いずれは人の手によるクリーニングは必要になると考えています。ドアパッキンは今や全車対応。使っていると分かりますが、ここもそれなりにホコリがたまります。乾燥運転後は毎回お手入れが必要な乾燥フィルターは、ブレードがホコリを取ってくれるシャープ、アクア。そもそもフィルターをなくして糸くずフィルターと集約した日立に工夫が見られます。総じてみると日立が全対応しており、力が入っています。なお、ドアパッキンの掃除は自動掃除があっても全くしなくていいというわけではないので、ドアパッキンの形状や柔らかさを量販店などで確認し、掃除しやすいか見ておくといいでしょう。続いて価格。各社の下位モデルから上位モデルの現参考価格も載せています。お店や販売時期、モデルによっても変わりますが、東芝、シャープ、アクアが同価格帯で安く、次いで日立、そしてパナソニックが圧倒的に高めです。この価格帯でも売れるという自信の表れでしょう。グレードの価格差は自動掃除機能や温水洗浄の有無、洗濯機能、乾燥方式、容量まで変わりますので、どこまで価格的に許せるかで決めるといいでしょう。なお、買い時の情報はこちらの動画で全13種の家電のお安い時期をまとめましたので、気になった方は概要欄から参考にしてみてください。次に口コミです。口コミ数百件分の分析データとなります。各社洗剤の自動投入は面倒な計量の手間も減らせ、入れすぎを防止できると好評でした。入れすぎはカビ繁殖の原因にもなりうるので、経済的という以外にも効果があります。デフォルトオフとなっているモデルもありますので、ご使用の際は設定は忘れず確認しましょう。なお、この投入蓋を開けるとそれなりに高さがあります。もし今ランドリーラックなどで上のスペースを収納に使用している場合、蓋が当たらないか蛇口の位置も注意しておくといいでしょう。なお、日立、東芝、アクアは蓋が2つ折りできるようになっています。日立は自動洗浄機能が好評でした。また、メンテを糸くずフィルターに集約した楽メンテが賛否両論でした。上部の乾燥フィルターをなくしたことで毎回のメンテからは解放されますが、洗濯物によってか糸くずフィルターのゴミがすぐにたまる、濡れていて取りづらい、定期的に4時間の総洗浄コースが推奨されているなど、ちょっと思っていたものと違ったという声もあります。また、5年保証がいいという意見がありました。悪かった意見としては、洗濯物にホコリが付着するという声がありました。これは乾燥をかけた後、パッキンの裏側のホコリを拭き取ると改善することがあるようです。それから、このパッキン部に小物が挟まるといった声が他社より多くありました。続いてパナソニックは製品のバランスがいいと好評でした。全体的に酷評が少なく、好意的な意見が多かったです。それから乾燥ダクトの自動洗浄はありませんが、パナソニックは他社と比較して乾燥経路が短いです。熱交換器も洗濯機上部に配置されており、ネジ2本外せば熱交換器にアクセスできますし、この猫じゃらしのような専用掃除ブラシで乾燥経路を自分で掃除することができます。他社は本体裏側下部に熱交換器があり、経路も長く、業者へ洗浄を依頼する際、費用も高くつくことが多いでしょう。パナソニックは配置的に自分で応急処置できる点が魅力です。はい、それではね、最近うちのドラムの乾燥が弱くなってきたんで、早速応急処置をしてみましょう。電源を抜き、まずはこの猫じゃらしで乾燥経路を掃除です。よく勘違いされますが、これはホコリを引っ掛けて取るものじゃなくて、経路にへばりついたホコリを削ぎ落とし、次回の乾燥運転時にそのホコリをフィルターでキャッチするものです。乾燥運転してみるとご覧ください。すごい量のホコリが取れましたね。まるで座布団のようになってます。これじゃあ乾燥しないわけですね。ついでに1年前に見た熱交換器も見てみましょう。まあこちらの汚れは普通といったところ、完璧自己責任ですが
ついでにこっちもこのヘアブラシで優しくゴミを取っていきます。もう5年は使ってるんで、本当はそろそろクリーニング業者に掃除してもらうのがいいんですけど、今回もこれで乾燥が無事復活しました。その他には、これは他社もそうですが、アプリが使いやすいと好評な一方、安全上の観点から本体電源が入っていないと操作できなくて残念という声がありました。アプリでは外出先からの洗濯予約や終了時間のお知らせが来ます。悪かった意見は何といっても価格が高すぎる。静音性のところでも触れましたが、ベルト式ということで耐久性が心配。最近のモデルで数年使うと熱交換器が故障し、部品交換しないと乾燥できないという事象が少数ながら発生しているようです。次に東芝はパナソニック同様、製品バランスが良く、パナソニックほど高価格ではないということで、コスパも好評です。それから UV 除菌も嬉しいという声がありました。ただ除菌に用いるような UV は透過率が低く、効果があるのは物体表面のみとなるでしょう。また大型タッチパネルがいいという声がありました。悪かった意見としては、乾燥音が少しうるさい、細部の作りが甘く、環合部がいまいち、電源ボタンが潰れたという声がありました。続いてシャープは全体的に安めということでコスパが好評でした。またサポートヒーターにより仕上がりがいいという声がありました。それから静音性がおおむね好評でした。ただ音に敏感な方も購入されているせいか、製品ばらつきが大きいのか、期待したほどではないという意見も多くありました。また今期のモデルから8キロタイプのみですが、ヒートポンプ搭載のコンパクトモデルが出たのも好評でした。悪かった意見としては、温水洗浄が他社と比較して少し見劣りするといった声がありました。次にアクアも同じく価格が安めで、加えて他社よりもコンパクトなのが好評でした。間取りの都合でドラムを諦めていた方から人気なようです。また今期のモデルからメニューが見直され、操作性が向上しました。過去モデルでは番号でコースを選ぶタイプだったので、かなり不評でした。一方悪かった意見としては、ドラムが本当に水平となっていることで洗濯物が取り出しづらいという声がありました。それから小型ゆえにクリーニング業者による分解洗浄が難しく、使い捨てに近い、脱水時の音が少しうるさいという声が上がっていました。最後に満足度です。これは現モデルから一つ前のモデルを対象とした5点満点の満足度平均点数です。過去集計した結果からもどう推移したか見てみましょう。横軸が5年分の時間軸、縦軸が満足度点数。今年は大きな変動はなかったでしょうか。まず昨年同様、東芝がトップ、次いでパナソニック、シャープ、そしてアクアと続き、日立はこの位置でした。東芝はパナソニックより安い価格設定で人気を高めており、日立は楽メンテ不具合で大きく落ちた人気を回復中といったところです。参考にしてみてください。一言は食べ。静音性と光熱費を重視したい方はシャープ、コンパクトなドラムをお探しの方はアクア、フィルターレスに魅力を感じた方は日立、性能バランスが良く人気の洗濯機をお探しであればパナソニック、パナソニックよりは価格が安く同じバランスのいいモデルをお探しであれば東芝が候補でしょうか。今回ご紹介した内容を踏まえつつ、量販店などで最終確認をしてみてください。それから本機をお持ちの方でご意見や使用感などもしございましたら、ぜひコメント欄にいただければなと思います。それでは今回はこの辺で、次回の動画でまたお会いしましょう。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。また見てくださいね。また見てね。